お前のものならもうないよ。探しても無駄。保管庫から消えた試作品を慌てて探していた俺に、上司がニヤニヤと笑いながら言った。ないってどういうことですか？名門大卒の若手をこの部署に入れることにしたんだ。だから、定年間近のジジイが使えるスペースはもうないんだよ。そんな、いくらなんでもひどすぎる。ふん。ジジイな感性なんて、もう世間に通用しないんだ。無能な社員のものなんて邪魔なゴミでしかないんだよ。普段から俺のことを、年寄り、と見下していることは分かっていたが、さすがのことに、俺も唖然としてしまう。人のものを勝手に捨て、それを嬉しそうに報告してくる。この上司の神経が理解できない。無能の老害はもうクビだ。明日から来なくていいよ。最後に発せられたその言葉に、俺の中で張っていた糸がプツンと切れる。会社のため、仲間のためだと思い、この上司に耐えてきたが、もう終わりだ。俺のものを邪魔なゴミだと言ったのはあなたですからね。散々言いたいことだけを言って、颯爽と立ち去る上司の背中へ、俺はぽつりと語りかけた。俺の名前は渡辺博。老舗文具メーカーで40年近く働いている。しかも商品開発部一筋。入社してすぐに現在の部署に配属されて以来、ずっと商品開発に携わっている。俺はこの仕事が好きで、たくさんの人に使ってもらえる文房具を作るにはどうしたらいいかと常に考える日々だ。自慢じゃないが、大ヒット商品やロングセラー商品も手掛けたことがある。自分の開発したものが商品になり、店頭で売られていたり、手に取ってもらったりするところを見ると、すごく幸せな気持ちになる。長年働き、実績もあるおかげで管理職への昇進話を上司から言われることもあった。評価されることはすごく嬉しいことだったが、俺は断っていた。なぜならこの部署で商品開発に携わる仕事を続けたいからだ。管理職になれば他の部署に移動する可能性も出てくる。そして何より、現場でこれからも開発を続けていきたかったのだ。会社もそんな俺の希望を聞き入れてくれている。おかげで現在では商品開発部の最年長になってしまった。だいぶ年の離れた社員もいるが、部署内の人間関係は良好で、後輩たちもみんな俺を頼ってくれている。後輩たちから学ぶこともあり、協力して仕事ができている環境が俺はとても好きだ。そんなある日、商品開発部の部長が定年を迎え、新しい部長がやってきた。井出さんという新しい部長は、メガバンクからの転職で、この業種は初めてとのことだ。前の部長からは、わからないことがあれば最年長として、いろいろ教えてあげてほしいとお願いされていた。俺自身、最年長としての責任感はあったので、力になれることがあれば惜しまず力になろうと考えていた。新しい部長とも仲良く一緒に協力して仕事をして、良い部署を作っていけたら、そう願っていたのだ。しかし、それは厳しいのかもしれないと、初めての挨拶で思ってしまう。今までどのように君たちがやってきたかわからないが、これからは私のやり方で仕事を進めていく。井出部長は、ぶっきらぼうな顔でそれだけ言って挨拶を終えた。それを聞いた俺を含めて、周りの社員も少しざわざわとしていた。勝手に新しく来た人にそんなことを言われてしまったら、これからどうなるのかと不安になるのも無理はない。しかも、その不安は的中することになった。井出部長が俺たち部下の仕事に口を出し、あれは違う、これは違うと自分の意見を押し付けて、思い通りにしようとしだしたのだ。そして全く俺たちの話を聞こうとしてくれない。部長とはいえ、どうしてここまで独断的で暴虐無人な振る舞いができるのかと不思議に思ったほどなのだが、その答えは
一緒に働き出して数日で分かった。どうやら井出部長はメガバンク出身ということに高いプライドを持っているようだ。何かと、メガバンクにいた頃は、と自慢話をしてくる。今年に入ってからうちの会社は、井出部長が働いていたメガバンクから多額の融資を受けているのだが、それも自分のおかげだ、と言って、上役すらも威圧していると聞いたときは面食らった。メガバンク出身だということは、素直にすごいと思うし、そのことにプライドを持っていること自体は別に悪いことだとは思わない。だが、ここが文房具メーカーであり、ここにはここのやり方があることも理解してほしいというのが正直なところだ。他の社員たちも急に来て、好き放題する井出部長に不満を抱えているようだ。しかし、この部署の一番偉い人である部長に逆らうことは誰もできない。ある日のことだ。社員に対し、井出部長が高級志向を押し付ける指示を出しているところに出くわしてしまった。こんな安い価格で売る商品なんて作らなくていい。利益が出ないじゃないか。いや、しかし、たくさんの人に手に取ってもらうには、この価格が適正だと思いますが、安いものしか買えないターゲットなんて無視すればいいんだよ。もっと高級なものを作って、質のいい消費者を狙え。その社員は学生向けの文具を担当しており、明らかに井出部長の思っているターゲット層が違う。確かに高級志向の人へ向けた文房具も制作することはある。しかし、この社員は安くていいものを作り、たくさんの学生に使ってもらえるようにと商品開発をしているのだ。そんなことも分かっていないのに、井出部長はめちゃくちゃな意見を言って困らせている。しかし、僕の担当は学生向けの文具です。うるさいなあ。バカ社員のくせに。俺の言った通りに作ってれば売り上げも伸びるんだよ。これだからバカは困るな。反対意見を出し、井出部長を説得しようとしたが、部長は全く耳を貸さず、しまいにはバカだと悪口を言い出した。俺の言うことを聞いてればいいんだよ。それができないならお前はこの部署にはいらないな。どっかバカなお前でも役に立てる暇な部署に移動させるぞ。井出部長は官職に追い込むと言わんばかりに声を荒げる。さすがに俺もその状況を黙って見ていることはできなかった。お言葉ですが部長、彼が言った通り、彼の担当は学生です。高級志向の人たちだけではなく、幅広い客層に受け入れられる商品を開発するため、担当が分かれています。しっかりターゲットのことも考えていただきたい。なんだお前、誰に口を聞いているんだ。井出部長は突然やってきた俺を睨みつけ、そう言って怒鳴りつけてきた。しかし、このままひるむわけにもいかない。いつかははっきり言わないと、このまま井出部長の好き放題にさせてはいい仕事ができない。そして上司に意見するとなれば、最年長である俺の役目だ。井出部長は利益を出すことしか考えていないのかもしれませんが、多くの人に支持される文房具を作るためには、ターゲットに向けた商品を作ることが一番大事なことだと思います。文房具しか作ってないやつに何がわかるんだ。確かに、経営のことや利益のこと、お金のことは部長より分かっていないのかもしれません。しかし、ずっとこの考え方でうちの会社は商品開発をしてきたんです。そして、お客様に受け入れられてきました。井出部長の目をまっすぐに見て言う。すると井出部長は、束の間黙り込んだ。あっそ、まあいいよ。俺の言葉に納得してくれたのかは微妙なところだが、今回は諦めてくれたようで、そう短く言葉を漏らしてこの場から立ち去ろうとした。それに安堵する。ところが、俺の横を通り過ぎた瞬間、その年で平社員の無能のくせに、最後に一言吐き捨てたように言われた。それに驚いて振り返るが、井出部長はそのまま立ち去ってしまった。悪く言われるのはいい気はしないが、これで社員がやりやすく仕事ができるなら、このくらい言われることはどうってことない。
今回、俺が話したことで何か少しでも井出部長の考え方が変わってくれるきっかけになればいいなと思う。しかし、そんな願いも虚しく、その後も商品開発部は井出部長の無茶ぶりに振り回される日々が続いていた。俺は他の社員たちが困って動けなくなる前に、年長者としてひたすらフォローして回るしかなかった。今までより気を使うことも、やることも増え、大変な毎日だったが、その傍らで、俺にも商品開発の仕事がある。特に今は熱を入れている商品があり、帰宅後も商品開発に明け暮れていた。その部分に関しては、充実した日々だと感じている。そんなある日、俺が試作品を保管庫へ取りに行くと、俺のスペースが空になっていた。丸々なくなっていることに驚き、違う場所に誰かが移したのかと、他の場所も探すが、見当たらない。どうしてだと考えていると、そこに井出部長がにやりとした顔をしてやってきた。お前のものならもうないよ。探しても無駄。ないって、どういうことですか？名門大卒の若手をこの部署に入れることにしたんだ。だから定年間近のジジイが使えるスペースはもうないんだよ。そんな、急にそんなことを言われましても。お前、目障りなんだよ。ジジイな感性なんてもう世間に通用しないしな。無能な社員のものなんて邪魔なゴミでしかない。俺が全部捨てておいたよ。俺には、井出部長の言っていることが全く理解ができず、唖然として何も言えなくなってしまった。無能の老害はもうクビだ。明日から来なくていいよ。井出部長は最後にそう言うとその場から立ち去ってしまった。俺は一人になり、頭の中が整理されるにつれて、だんだんと怒りがこみ上げてくる。今までたくさんの時間をかけて作り上げてきたものを簡単にゴミだと言って、勝手に捨てる井出部長の神経が理解できない。俺はずっとこれからもこの会社で、そしてこの部署で商品開発を続けていきたかった。しかし、もう井出部長の下で働くのは不可能だと感じてしまった。クビだって言うなら結構、受け入れてやろうじゃないか。こうして俺は井出部長の言った通りに退職した。ところが、その1週間後、井出部長から俺の元に連絡が入った。俺は出る気にならず、話すこともないと無視をしていたが、一向に鳴りやまない。あなた、電話が鳴ってますよ。早く出てくださいよ。妻に怪げそうな視線を向けられ、仕方なく出ることに。すると開口一番、耳が痛くなるほどの大きな怒鳴り声が聞こえてきた。いい加減にしろ！なんですぐに出ないんだ！俺はもうクビになった身ですし、話すことも特にないかと思いまして。ごちゃごちゃ言ってないでさっさと出ればいいんだよ！はあ、それで一体何の用ですか？反抗しても時間の無駄だと感じた俺は、要件だけ聞いてすぐに電話を切ろうと考えて尋ねる。実はお前の試作品について取引先から問い合わせが殺到している。1億円出すと言っているから、すぐに対応しろ。はあ、そうですか。なんだその気のない返事は。1億だぞ。それはすごいですね。でも残念ですが、それは無理です。はあ？何言ってんだよ。いいからさっさと対応しろ。部長命令だ。鼻息荒く、すぐに対応しろと一点張りの井出部長。そんな彼に、俺は冷静に説明する。本当に無理なんですよ。井出部長が邪魔なゴミだというので、もう他社に10億で譲ったんです。俺は言語翻訳ペンという書いたテキストを自動的に他の言語に翻訳し、多言語コミュニケーションをサポートするペンを開発していた。ソフトウェアを入れ替えれば、翻訳以外にも活用でき、汎用性が高いことから、大手 IT 企業が高額で買い取ってくれたのだ。俺は長年の商品開発部での仕事を経験し、いろいろなターゲットへ向けた商品開発を行ってきた。
学生向けの担当だったこともあれば、井出部長が大好きな高級文房具の商品開発を担当していたこともある。たくさんの経験を経て、俺はもっとたくさんの人に支持され、これから先の未来でも使われるものをと考え、この商品開発をしていた。俺はこれを開発者人生の集大成だと力を入れて取り組んだ。そして試作品の段階から取引先へ送り、反応を伺っていたのだ。1億出すと言っている会社も、その試作品を見て問い合わせをしてくれたのだろう。いいと思ってくれたことは嬉しく思うが、もう遅かった。10億って、何を言っているんだ。バカは変な嘘をつくんだな。井出部長は、俺の言うことを全く信じていないようで、鼻で笑った。ですから、本当にもう他社に譲ったんです。何を言われても、無理なものは無理です。お前、俺にクビにされたからってそんなことを言ってるんだろ？仕方ないから戻してやってもいいぞ。だから早く対応するんだ。こんな状況でも上から目線で命令してくる井出部長に、心底嫌気がさす。何を言われても譲ったものはどうしようもないです。対応はできませんので、もうこの人と喋ることはない。最後にもう一度きっぱり告げて、俺は電話を切った。会社から呼び出しを受けて出社することになったのは、それから数日後のことだった。そして社長も参加する役員会議に出席することに。今回のことを聞かれた俺は、すべてを正直に話し、井出部長の言動も洗いざらいすべて打ち明けた。俺の話を真剣に聞く役員たちの横で、井出部長は罰が悪そうにしている。渡辺くんの話は本当なのかね、井出くん。どうして勝手にクビになんてしたんだ。老いぼれがまさかこんなすごいものを作っていたとは。君は部長であるのにもかかわらず、渡辺くんが今までどれだけのものを作ったか知らないのか？俺はこの長年の間で数々のヒット商品を生み出しており、そのことは社長や他の役員の方たちも評価してくれていた。でも彼はこの年でずっと平社員ですし。井出部長は苦笑いをしながら、役員たちの前でもバカにするようにそんなことを言っている。それを聞いた役員たちはため息をついて呆れた顔をしていた。はあ、君は本当に何も知らないんだな。彼は昇格の話を断って、ずっと商品開発に携わってくれているんだ。それを聞いた井出部長は少し驚いた顔をして、もう何も言えなくなってしまったのか、黙り込んでしまった。それから話は今回の俺の作った商品についての件に移る。井出部長は俺をクビにしたことで、数億円の売り上げを他社に取られた責任を問われていた。しかしですね、このままでは全責任を取らされてしまうと考えたのだろう。先ほどまで小さくなって言い訳をしていた井出部長が顔を上げ、厳しい顔で俺を見て口を開いた。会社のお金を使って開発したものを勝手に他社へ譲ったのは問題だと思います。井出部長はそう言って俺を断罪する。いくら私がクビにしたからといっても、やっていいことと悪いことがあります。彼のしていることは犯罪者のすることです。井出部長はその後も口を止めずに、自分が必要な存在だとアピールし出す。私はメガバンクから多額の融資を引き出せます。犯罪者の彼か、私かで考えたら、どちらが会社に必要か、一目瞭然ですよね。責任を問われるべきなのは彼です。井出部長はそう言い切り、勝ち誇った顔で俺を見ていた。役員たちは考えるように黙り込んでしまっている。井出部長の話が終わったことを確認すると、俺はカバンからあるものを取り出す。この商品の開発に会社のお金は使っていません。帰宅後のプライベートな時間での独自開発です。俺の言葉にみんなが驚いた表情で顔を上げ、俺の方を見る。そんなはずあるわけない。嘘ですよ。だって試作品が会社にあった。あれは興味を持ってくれた取引先に見せるため持ってきていただけです。
独自開発である証拠もあります。証拠として持ってきていた開発記録を提示して説明する。会社では会社での商品開発を行っており、その開発記録も残っている。また、同僚からの証言だってある。今回のペン開発が会社で行われていないのは確かだ。そのことを証明すると、社長や役員たちも分かってくれ、井出部長には冷たい視線が集まった。井出部長の顔は真っ青である。そこで社長が一つ咳払いをして口を開いた。井出君は何か勘違いしているようだね。メガバンクからの融資は君のおかげではない。いや、でも、すべて渡辺君のおかげなんだ。そんなはず、こんな年寄りに？その年寄りが今回の商品を生み出したんじゃないのか？それは、はい。彼はこれまでも多くのヒット商品を生み出している。その才能に融資してくれたんだ。井出部長は何も言えなくなったようで、うつむいて小刻みに震えている。君を部長としてうちの会社に迎えたのは間違いだったよ。そんな井出部長に、社長は厳しい顔をして言い放った。井出部長は完全に立場を失ってしまい、その場に崩れ落ちた。後日、改めて行われた役員会議で、井出部長の処分が決定した。井出部長は役職を解かれた上で、地方の小さな鉄工所へ出向となった。しかし、プライドの高い井出部長はその現実が受け入れられず、自ら退社したとの噂を社内で耳にした。その際、一緒に流れてきた話によると、うちの会社にメガバンクから転勤してきたのは、実はいろいろと問題を起こして左遷されそうになったからだったそうだ。何でもメガバンクに知り合いがいるという社員が入手してきた情報という。井出部長はメガバンクでも部下へ高圧的な態度を取ったり、取引先からの多数のクレームが寄せられたりしていたらしい。俺たちにはメガバンクでやり手だった。退職を惜しまれたが、自らのスキルアップのためにこの会社に転勤したと話していたが、すべてハリボテだったというわけだ。その話を聞いたときは少し呆れてしまった。その時に自分の非を認め、もっと周りの意見に耳を傾けていれば、この会社でやっていけたのにとも思う。今回の一件を機に、井出部長の考え方が変わったらいいなとも思ったが、まあ、無理でしょうね。との後輩の返答を聞いて、思わず苦笑してしまった。全くもってその通りだと思う。左遷先から逃げ出しているというのが答えだ。一方、俺はというと、会社に戻り、また商品開発部で働いている。みんなも俺が戻ってきたことをすごく喜び、歓迎してくれた。そして、今回の件で俺は社長から直々に再度昇格の話をされた。商品開発部の部長にならないかという話だ。今まで通り開発も続けていいと社長は言ってくれる。俺にとってはこの部署で部長になれることは嬉しい話だったが、部長になる気にはならなかった。部長になれば他の業務も増えてくる。やはり俺は開発に時間を費やしたいと思った。社長は少し困った顔をしていたが、そう言うと思ったと笑って言った。俺は今、新たなヒット作を生み出すべく、開発に乗り出している。まだまだ若い者には負けられない。これからも、今まで以上に周りの社員たちと高め合い、協力しながら、たくさんの人に愛されるものを作り続けようと思う。